はい、どうも、ラズです。今日はですね、こちら、ASUS 様から1月に発売したばかりのゲーミングノート PC をね、お借りすることができましたので、ご紹介したいと思います。それね、こちらなんですけれども、タフゲーミング F15、FX507VV というですね、モデルのゲーミングノート PC になっております。こちらはですね、タフゲーミングの 15.6 インチのシリーズでございまして、自分もですね、以前ですね、同じシリーズの A15 っていうモデルをね、使用しておりましたので、もう使い勝手はね、知っているんですけれども、こちらの F15、FX507VV はですね、CPU がインテルの Core i7-13620H、13世代のね、CPU が使用されておりまして、また GPU は NVIDIA GeForce RTX 4060が搭載されているかなりね、バランスの良い構成になっているモデルでございます。その中でも価格もですね、約19万円ほどとなっておりまして、予算がね、20万弱の方の、選択肢としてね、入れていただけるいいモデルになってるんじゃないかなと思っております。今日はね、こちらのゲーミングノート PC について詳細をね、お話をしていきたいと思います。まずはね、外見からなんですけれども、こちらね、15.6 インチとなっておりまして、持ち運びをするにはちょっとね、気合が必要になるかなと思う大きさにはなっているんですけれども、ただね、幅は約 355mm、奥行きが約 252mm、高さがだいたい 25mm ぐらいという風になっております。で、重さがですね、本体が 2.2kg となっておりまして、大きめのね、カバンであれば、全然ね、問題なく持ち運びすることもできます。実際ね、自分もこの同じタイプのモデルね、カバンに入れて持ち運びしておりました。ストレージに関しては M.2 SSD が 1TB、そしてメモリがですね、標準が 16GB になっております。一応ね、これ、最大ね、32GB まで換装することもできるモデルになっております。で、インターフェースとかもね、すごく充実しておりまして、こちら側には USB がタイプ A がね、一つありまして、もうここはね、本当に1個だけになってます。ゲーミングモデルなんでね、やっぱ右側マウスの操作するんで、ここはね、インターフェースがね、ほとんどない感じになってますね。逆に、こちら側、インターフェースは集中しておりまして、こちらがね、電源ポートで、こちらが LAN ケーブルですね。有線 LAN を接続する場所。そして HDMI ケーブル。ここにですね、サンダーボルトの USB Type-C がね、ございます。その隣に USB Type-C なんですけど、ここで映像出力とかね、できるところになっております。で、もう一個 USB Type-A のポートがありまして、最後ここにですね、イヤホンジャック、マイクの入力端子っていうのがありますね。インターフェースはこんな感じになっております。で、キーボードはですね、フルサイズのキーボードになっておりまして、ライティングもね、RGB でね、綺麗に光ってくれております。WASD のところはね、透明になっておりまして、見やすくゲームもしやすくなっているかなと思っております。で、打ち心地なんかはね、よくあるタイプのキーボードのですね、打ち心地になっているので、違和感なくね、使えるんじゃないかなと思っております。やっぱね、フルサイズのこの、いわゆる10キーがね、入っているモデルはですね、作業にもね、すごく使いやすいので、個人的にはね、ゲームにも作業にも使える一台になってるんじゃないかなと思っております。で、ディスプレイに関しては 15.6 インチの TFT カラー液晶が採用されておりまして、ノングレアでね、非光沢になっておりますね。で、解像度は 1080p になっています。リフレッシュレートはですね、144Hz となっておりますので、FPS とかでもね、144Hz 出ていれば、かなりね、快適にプレイできるんじゃないかなと思っております。で、sRGB で 100% の色域もカバーしておりますので、色味もしっかりと表現してくれるというディスプレイになっております。で、インカメラもついておりまして、これはですね、90万画素となっておりますので、めちゃめちゃね、綺麗っていうほどではないんですけれども、ウェブ会議とかにもね、使えるようなモデルになっているかなと思います。で、さらにですね、こちらのモデルなんですけど、自分が調べた公式ページにはちょっと載ってなかったんですけど、実は 100W の PD 充電に対応しております。マジで嬉しい。はい。前使ってた A15 にはね、そこついてなかったんですけど、今回のこの F15 はですね、PD 充電対応してます。なので、USB Type-C での急速充電っていうのができるようになっております。
これどういうことかというとですね、通常であればですね、持ち運びのたびに重たいですね、AC アダプターも持っていかなきゃいけないんですけれども、これね、700g 以上あるんですよ。それがね、この 2.2kg にプラスされて、実質ね、3kg ぐらいになっちゃうっていうね、そういう弱点があったんですけど、これをなくして、持ち運びのタイミングだけですね、いわゆる 100W の小型のモバイルのね、充電器を持っていって、で、100W に対応しているケーブルを使って、ここでね、給電すれば、かなり荷物を減らせるわけですよ。なので、今ね、ノート PC を買うなら、絶対この PD 充電、USB でな、充電ができる機能はね、あった方がいいと思います。この機能の有無でね、かなり使い勝手変わってきますので、購入検討の際にはね、ぜひこちらチェックしていただければなと思います。こちらのモデルは対応しております。はい。そして、中身のね、この話もしていきたいと思います。CPU はですね、インテル Core i7 の 13620H というものでございまして、コア数は10コアで16スレッドの CPU になっております。同じく i7 のですね、13700H っていうのもあるんですけど、そっちは16コア24スレッドとなっているので、ちょっと比較するとね、コア数は抑えられているというものになっているんですけれども、ただね、この後、ベンチマークもちょっとしてみるんですけど、スペックとしては十分なね、性能を持っていると思っております。はい。でね、ベンチマークに関しては、シネベンチ2024をね、回してみました。CPU のマルチコアのスコアに関しては837ポイント。で、シングルコアに関しては101ポイントとなっておりまして、で、この837はどれくらいかっていうと、AMD の Ryzen 7の 5800X とですね、よりもちょっとね、スペックとしては高いという感じのスペックになっております。かなりね、普通の動画編集の作業だったりとか、ゲームとかのところであれば、スペックが足りないってことにはね、あんまりなんないんじゃないかなと思います。はい。でね、次はね、グラフィックボードについてお話ししたいと思います。GPU はですね、RTX 4060となっておりまして、今流行ってるね、主要なタイトルに関しては、正直問題なく動作できると思っております。ストリートファイター6のベンチマークと、あといつも撮ってる FF ベンチをね、回してみましたのでご紹介します。ストリートファイター6に関しては、もう快適にね、プレイできるという結果でございました。アベレージもね、上限張り付きで FPS 出ておりましたので、快適にね、プレイできるかと思います。で、また、FF ベンチに関しては、フル HD の標準品質でね、回しておりますが、12684となっておりまして、かなりですね、快適にプレイできるという結果でございました。自分がね、一昔前に使ってたデスクトップ PC とね、同じぐらいとか、それ以上のね、スコアが出ているので、これに関してはですね、用途によるかとは思いますけれども、相当重たいゲームとかじゃなければですね、全然快適にプレイできるんじゃないかなと思っております。でね、この中身のスペックの話でね、もう一つちょっとご紹介したいことがあるんですけど、このね、タフゲーミングのシリーズって、実はね、拡張性も高くて、それがね、魅力の一つになっております。ノート PC ではね、珍しく M.2 SSD のですね、増設できるんで、1TB で足りないとかっていうことはね、心配ないかなと思っております。ただ、DIY でのね、増設に関しては個人のね、責任になっちゃいますので、そこだけご注意いただければと思います。今回ね、さすがにちょっとレンタル品なんでね、開けるっていうのはやめとこうかなと思っていたんですけれども、なんと、ASUS 様から許可をいただけましたので、見ていきたいと思います。わかりやすくね、ネジ穴がもう見えてますので、どこを開けなきゃいけないかっていうところはね、迷いなくできるかなと思います。はい、ということで、ネジを外し終わりました。長さがね、短いやつと長いやつあるみたいなんで、場所、ちゃんとね、覚えておいてください。でね、ここの向かって右端のところに関してはですね、これちょっと罠なんですけど、最後まで外しきれないようになっております。ネジがなくさないように止められておりますので、ここはね、これでいいんです。はい。で、これを外してもらうと、こんな感じでね、ちょっと隙間が空きます。なので、ここにね、ギターピックとかがあればやりやすいんですけど、なければね、クレジットカードとか、あとは、プラスチックのね、こういう傷つきにくい
素材の細いね、何か板状のものがあれば、それでも代用できると思います。でそれをここにちょっと挟んでいってですね、隙間を上げていきます。金属のなんかドライバーとかでやっちゃうとね、傷がついちゃうんで、そこだけ気をつけてください。はい。開くことができました。背面開けるとこんな感じになっております。既存の SSD とメモリはね、この辺に入っておりまして、ちょっとこのね、カバーが取れないので、お見せすることができないんですけれども、ここにね、パーツは差し込まれているという形になっております。でね、ここ見てください。ここにですね、M.2 SSD の増設用のポートが1ポート準備されております。空きポートがあるんですよね。なので、ここに M.2 SSD を差し込むことによって、増設ができるというものになっております。このね、拡張性準備されているのってなかなか珍しいので、これはね、一つメリットなんじゃないかなと思っております。あとね、ヒートシンクもかなりですね、かっこいいな。もしね、増設をする際には、必ずここのバッテリーのケーブルをですね、抜いた上で増設してもらった方がいいんじゃないかなと思いますので、気をつけてください。はい、ということで、ここまで F15FX507VV についてお話ししてきましたが、一応ね、デメリットというか、気になる部分もね、合わせてご紹介していきたいと思います。これはね、排熱とファンのノイズですね。これはもうね、どのゲーミングノート PC でも言える話なので、正直にこのモデルに限った話ではないんですけれども、やっぱりね、初めてゲーミングノート PC を購入検討されている方はね、いらっしゃるかもしれないので、一応ご説明しておきます。このコンパクトな筐体に、やっぱミドルスペック以上のですね、パーツが使用されておりますので、どうしてもね、発熱はすごいですし、その発熱に伴うファンの回転っていうのはね、なかなか大きい音がします。ちょっとね、ベンチマーク中のファンの音をね、マイク近づけて撮ってみましたので、これ聞いてみてください。はい、というような感じでですね、ちょっとお世辞にもね、静かとは言えない感じになっておりますね。ただこれに関してはゲーミングノート PC では一般的な話で、もう正直避けて通れない部分かと思いますので、ゲーム中はね、イヤホンとかヘッドホンを使ってもらって、それでね、音をね、かき消してもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、1月に新発売された F15FX507VV をですね、レビューさせていただきました。このスペックがあればですね、もうやっぱり主要タイトルは全然問題なくプレイすることができると思いますし、なんならね、配信とか、その VTuber の配信とかっていうところもギリギリね、できるんじゃないかなと思っております。そのね、スペックになっていると思いますので、やっぱりね、予算15万から20万円あたりでね、お探しの方はかなりいいね、選択肢になるかと思いますので、ぜひ検討していただければと思います。はい、こちらのチャンネルでですね、こういったデスク周りのガジェットだったりとか、あとは撮影機材のご紹介等をさせていただいているチャンネルでございます。もしよければですね、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またね、コメントなんかもいただけますとめちゃめちゃモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。